皆さんこんにちは。今週は先日有明で開催されていた文具女子博2026に行ってきまして、そこで出会った可愛い読書アイテムをたくさんお迎えしたので、購入品紹介をしていこうと思います。文具女子博はこれまでずっと気になっていたんですけど、訪れたのは今年が初めてでした。本当に可愛いものがありすぎてすごく楽しくて、かなり厳選したつもりだったんですが、気づいたら総額で1万6000円ほど購入していました。本好きの方におすすめしたい読書グッズはもちろんのこと、他にもロルバーンのノートやスタンプなども買ってきたので、一つずつじっくりご紹介していきます。そして動画の最後には文具女子博の購入品以外で私が2年以上リアルに愛用している読書グッズもご紹介できたらなと思っています。のんびりお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まずは大本命の読書グッズからご紹介をしていきます。1つ目がサンスター文具のうかんむりクリッププロです。本を開いたままキープするのに便利で、文房具総選挙2024の大賞も過去に受賞した有名なうかんむりクリップから上位モデルのプロタイプというのがちょうど6月中旬に出たとのことで、私もずっとこのクリップが気になっていたので、今回ブースで見かけてプロの方を買ってみました。早速開封してみたんですけど、こちらはハサミ口のサイズが従来のものよりも少し大きくなったらしくて、分厚めの本でもよりがっちり固定できるようになっているのと、あとハサミ口に滑り止めパーツがついて、より本を傷めにくくなっていたり、クリップの透明感が増したことで挟んだ部分も文字が見えやすくなっているそうです。私は本を読み終えた後に覚えておきたい言葉を書き写したりするときに、いつも開いたページにスマホを重し代わりに置いたりして、なんとか閉じないように頑張っていたので、これがあればめちゃくちゃ便利になるんじゃないかなと思って期待しています。2つ目がポリエチレンファイバーという特殊な素材で作られたフリーサイズブックカバーのマイティジャケットという商品です。いろんな柄があったんですが、私はこのいちご大福柄が可愛いなと思って買ってきました。この素材は触ると紙っぽい質感なんですけど、軽くて破れにくくて水にも強いらしいです。さらに嬉しいのが文庫本から英語版まで対応していて、こんな感じで折れ線のガイドがついているので、早川文庫やソフトカバーの単行本だったり厚みのある辞書など特殊なサイズにも合わせられるみたいです。そしてなんと同じ柄のしおりがついていました。この柄すごい可愛いと思ったので嬉しいです。私は文庫カバーは持っているんですが、単行本サイズのカバーをずっと探していたので、これから新しく読む単行本たちにはこれをつけて大切に読んでいこうと思っています。続いては読書には欠かせないしおりを3つ購入したのでご紹介していきます。しおりの1つ目は六角さんの物語の言葉を楽しむ星の王子様の白押しブックマーカーで、私はバラというものを選びました。六角さんは白押し技術を生かした素敵なペーパーアイテムを作られている会社さんとのことなんですが、これは2枚セットになっていて、どちらもこの表面のキラキラ感が本当に綺麗で見事に一目惚れしました。しかも裏面には星の王子様の日本語訳が綴られていて、これはもう買うしかないとなりました。本を開くたびにこのキラキラと素敵な言葉に触れられたら、より幸せな読書時間になりそうだなと思っています。2つ目はトコナッツさんという店舗のグレーの背景にピンクのうさぎのぬいぐるみが描かれたとってもキュートなしおりです。このグレーとピンクの組み合わせが個人的にすごくツボで、思わず手に取りました。トコナッツさんは可愛いしおりやブックカバーがたくさんブースに並んでいて、旅行先でのスタンプを集めるスタンプ帳もすごく人気みたいです。しおりの3つ目はほほえみさんというクリエイターさんの静かなパーティーというクリアカードです。こちらは本来の用途はしおりではないんですが、サイズが文庫本とぴったりだったので、しおり代わりに使ったら絶対可愛いなと思って買ってみました。これは千早茜さんの作品とかを読むときに挟んだら
なんか合いそうだなと勝手に考えて楽しんでいます。続いてはこちらの倉橋玲さんのイラストが描かれた布カットクロスを買いました。最近お出かけの時に本を入れるブックポーチが欲しいなと思っていたので、この布で自分で作ってみようかなと思って買ってみました。私は大学時代にダンスサークルに入っていたんですが、その時の衣装が基本的に全部布からミシンで手作りだったんですよね。なのでお裁縫はすごく得意というわけではないんですが、苦手意識はあんまりないので、気に入った布でブックポーチを作ってみたらより一層愛着も湧くかなと思っています。倉橋玲さんのイラストが前から好きで、こちらのしおりを持っているのでブックポーチができたら合わせて使いたいなと考えています。ちなみに同じお店でこの可愛い猫ちゃんのワッペンとそれをチャームにできるキットが売っていたので、こちらも自分でチャームを作ってトートバッグとかにつけたいなと思っています。ここからは一旦読書グッズからは少し離れて、大人気ロルバーンの文具女子博限定のノートを2冊買ってきたのでご紹介します。1冊目がキラキラのスパンコールが散りばめられたロルバーンポケット付きメモグリッター L のライトブルーです。現物を見た瞬間にこのスパンコールのあまりの可愛さに、これは買うしかないと脳死状態になりました。他にも L サイズに確かピンクやホワイトがあったんですが、この薄いライトブルーが澄んだ綺麗な水の色みたいで、直感でこの色に決めました。このノートは私が人生でしたいことリストをどんどん書き溜めていくノートにしようかなと考えていて、1ページに1つか2つずつ書いてイメージの写真も一緒に貼っていったらすごくワクワクするノートになりそうだなと思っています。そして2冊目がこちらのロルバーンポケット付きメモペリープル L です。クマの手がエアメールを書いている旅に行きたくなるような表紙で、こちらは旅行の記録を残すノートにしたくて購入しました。これまでは旅行に行っても SNS を含めて特に記録を残したりはしていなかったんですが、帰ってきた後に少し立ち止まって振り返る時間を取ることで、自分の中にももっと色濃く思い出として残るんじゃないかなと思って、ノートに写真などを貼って思い出をまとめていくことにしました。今後もっと年を取った時にも、若い頃こんなところに行ったなって写真やその時のメモ書きと一緒に振り返れたらすごく楽しそうだなと思っています。最近も友達と群馬の四万温泉に温泉旅に行ってきたので、写真を何枚か厳選してプリントアウトして行った場所や思い出を簡単にまとめられたらなと思っています。そして一緒にこのロルバーンに使える表紙とお揃いのデザインの文具女子博限定のブックマークセットも買いました。このクマに洋服を重ねて着せ替えをさせられるみたいで、これも楽しそうだなと思ってつい買っちゃいました。そして旅行記録ノートを彩るためのグッズも少し購入してきました。まずは余白さんで文具女子博限定カラーのインクパッドスモーキーグレーとこちらのスタンプを買いました。毎回旅行で行った場所と日付をこのスタンプの枠の中に書いていこうかなと思っています。余白さんはマスキングテープなども本当におしゃれで大人気だと思うんですが、ブースを見るまでに30分ぐらい並んでなんとか無事に買えたので良かったです。続いてはスタンプスタンダードさんのこの絶妙にゆるい人型のスタンプも買いました。この輪郭の中に自分で自由に表情を描けるようになっていて、それがすごく可愛いなと思ったので、旅の思い出を書くときに楽しかったなとかハプニングがあって大変だったなっていうその時の表情を書き込んで吹き出しをつけて一言添えたら、後で見返した時に絶対に楽しいなと思って買ってみました。あとは台湾のクリエイターさんの文具が集まったコーナーで好きなタイプのイラストを見つけたので、その方のロール付箋も買いました。これも写真の横に行った場所だったり一言添えるのに使いたいなと考えています。そして最後に一目惚れしたのがこの毎日パンコさんという方の何もしないをしてますステッカーです。この何もしないをするっていうフレーズが私にすごく響いて、スマホとか日記とかよく目につくところに貼って癒されようかなと思っています。
さて、ここまで文具女子博の購入品をご紹介してきましたが、最後に番外編として私の毎日の読書生活に欠かせないリアルな愛用グッズを2つご紹介して終わろうと思います。1つ目がこちらの読書灯です。よく見かける何の変哲もない読書ライトなのであんまり面白みはないんですが、私はこれは Amazon で2024年の春に購入していたので、もう丸2年以上愛用している欠かせないアイテムです。こうやって本に挟んでページを照らして使うんですが、私は寝る前にベッドの中で本を読むことも結構多いので、その時に部屋の明かりの補助として使ったり、一番は夜中に目が覚めてしまった時とかに部屋を真っ暗にしていても、このオレンジ色の光だと目に眩しすぎずに読めて、ページをめくっているうちに自然と眠くなってくることも多いので、結構助けられています。一応ライトはこんな感じで4種類変えられるようになっているんですが、私は基本的にこのオレンジ色ばっかり使っています。いつもベッドの横に必ず本とセットで置いているアイテムです。そして2つ目がこちらの神保町の雑貨屋さんで購入した心に留めておきたい言葉を書き溜めていくノートブックです。これを出されているいろは出版さんも今回の文具女子博に出展をされていて、このノート自体はおそらく置いていなかったんですが、私も過去に使っていたサニー手帳とかバケットリスト用のノートだったり、可愛いデザインのノートがたくさん置いてありました。このノートの帯に書かれている出会えた言葉一つ一つが私を作っていくという言葉に、私は本当に大共感しています。まだあんまり言葉は書き溜まっていないんですけど、こんな感じで一つずつセリフと思ったことをちょっと書けるスペースがあって、読んだ本はもちろんですが、私はドラマを見るのも大好きなので、心に残ったセリフや響いた言葉をここに大切に書き溜めて、自分だけの名言集を作っていきたいなと考えています。これからもずっと大切にしていきたい私の相棒のようなノートです。ということで、今回は文具女子博2026での戦利品と私の愛用読書グッズをご紹介しました。お気に入りの読書グッズが手元にあるだけで、本を読む時間も自分と向き合うノートを書く時間もより一層ワクワクしたものになるんじゃないかなと思っています。もし皆さんのおすすめの読書グッズなどがあれば、ぜひコメントで教えてください。今週も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。